田中ラジオ。皆さんこんにちは、田中です。前回 YouTube にアップした田中ラジオスペシャル、たくさんの方に楽しんでいただけたみたいで嬉しかったです。これからも皆さんの質問に答える動画は定期的に作っていこうと思います。いつもは田中ラジオのエピソードを作るとき、台本を用意するんですけど、前回の田中ラジオスペシャルで初めて台本なしで喋って、意外と台本なしでもいけるかもって思ったので、今日もちょっと台本なしで挑戦してみようと思います。もしかしたら前のエピソードよりも話すのが早くなってしまうかもしれないんですけど、自然なスピードの日本語を楽しんでいただけたら嬉しいです。今日はもうすぐ1年も終わりっていうことで、来年の目標とか頑張りたいことを皆さんとシェアしたいと思います。今年も本当に多くの方に私の YouTube チャンネルを見つけていただいて、動画とか本とかを通してたくさんの方に日本語の勉強を楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。YouTube は今私のメインの仕事で、やっぱり YouTube をする以上、例えば登録者数とか再生回数とかっていう数字をどうしても意識すると思うんですけど、私は最近もうそんなに登録者数が増えてほしいとか思わなくなりました。多くの人にリーチする、いわゆるバズるコンテンツよりも、今見てくれている方のためにコンテンツを作っていきたいなっていうふうに思っています。この田中ラジオはいつも私のチャンネルを見てくださっている方に好評なシリーズなんですけど、今年ももっとたくさんアップしたかったんですが、一本のね、エピソードを撮るのに結構時間がかかってしまって、あまりたくさんアップできなかったのが心残りでした。なので来年からは田中ラジオをもっとアップしたいなと思っています。皆さんとシェアしたい話がまだまだたくさんあるので、来年から動画の作り方をもう少し工夫して、田中ラジオをアップしやすい環境をちょっと作ってみようかなと思います。この前アップした Q&A の田中ラジオみたいに、私の人柄や考えを皆さんにお話ししたいなとも思いますし、皆さんの思いもお便りやコメントを通して聞いたり、お互いに交流していきたいなと思っています。あと仕事以外で来年頑張りたいことは、これ去年も言ってたと思うんですけど、英語と韓国語の勉強です。今年もまあまあ勉強はしてたんですけど、一人で勉強していることが多かったので、来年は勇気を出して人と交流してみたいなと思います。たまに韓国語でもコメントをしてくださる方がいらっしゃるので、そういう時に私もちょっと韓国語でコメントを返してみたりとかしています。いろいろやりたいことはいっぱいあるんですが、やりたいことをたくさんリストアップするよりも、やらないことを決めることも大切だなと思うようになりました。例えば、私は今まで一日に時間がある限り YouTube 作ったり、漫画を描いたり、いろいろな用事をしたり、いろんなことを24時間に詰め込むタイプだったんですけど、最近は一日の初めにすることを決めて、それが終わったら、あとはもう休むって決めるようにしました。そうすると心が休まる感じがしましたし、前までは一日にどんなにたくさんのことをしてもあまり達成感がなかったんですけど、一日にこれ以外はやらないっていうふうに決めてから、一日を気持ちよく終われるようになった気がします。皆さんは来年どんなことを頑張りたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。さて、今回もこのエピソードに出てきた単語やフレーズをピックアップして PDF を作りました。来年からこの PDF のデザインもちょっと変えるかもしれないんですけど、今回の分は今までと同じデザインです。
無料なのでぜひ概要欄からダウンロードしてください。お便りコーナー。今回はダニヤさんからのお便りを紹介します。私は最近日本語を勉強しています。でもちょっと難しいです。他の日本語学習者からのプレッシャーをたくさん感じてしまいます。どうすればいいですか？という質問をいただきました。語学を勉強するときに他の学習者と比較してしまうのは本当にあるあるですよね。SNS を見て自分よりその言語が上手な学習者を見て落ち込んでしまうことってありますよね。前の動画でももしかしたら話したことがあるかもしれないんですが、漢字をたくさん知っていたり、ペラペラ流暢にスムーズに話せることだけが語学力ではないと思うんですね。例えば、私は母語が日本語ですけど、あまりペラペラ話す方ではないんです。友達と会話するときに、って考え込んだり、言いたいことがすぐに思い浮かばなかったり、言い間違いをしたりしながらゆっくりと話すタイプです。でも、きっと友達はそんなことを気にしてないと思うんですよね。皆さんも日本語を流暢に話せなくても、使う単語を間違えてしまっても、きっと皆さんが日本語を話す時の相手は、皆さんの人柄とか話したいことに興味を持って聞いてくれると思います。他の学習者と比べてしまっている時は、日本語をどうして勉強し始めたのか、もう一度思い出してみてください。きっと他の学習者と競争するためじゃなくて、もっと他の理由があったはずです。SNS は語学の勉強に本当に便利なツールだと思うんですけど、使い方を少し工夫するといいかもしれませんね。例えば他の学習者とか友達をフォローしてない勉強用のアカウントを新しく一つ作って、勉強するときはそれだけ見るっていう風にするのもいいかもしれません。もし日本語をアウトプットする場所がないなって思ったら、ぜひ私の動画のコメント欄に積極的に日本語でコメントしてみてください。間違えても全然大丈夫なので、気軽にアウトプットしてみてくださいね。はい、それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。今年も田中ラジオをたくさん聞いてくださって感謝しています。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えください。